はい、それでは今日は台風が近づいてるってことでちょっと動画回してみようと思います。前回の動画、今日は5月の31日、5月最終日です。そして夕方の4時過ぎ、5時、もうそろそろ5時になるか。もうそろそろ5時になるんですけど、台風が近づいてるってことで、前回の物価高と、ビニールがないみたいな動画をここいらで作ってたんですが、危惧してたことがやっぱり起こったというか、春まだ5月の最後なんですけど、6月のあと 2,3 日したら台風が来そうなんで、来るというか直撃というか、どっちかっつったら写真出すと今現在だとこんな感じですね。本州の南部をこう舐めていくみたいな感じで行くようにはなってるんですけど、もう沖縄はちょっとやばいですね。沖縄はよく見てくれてる視聴者の方がいるんで、本当にお気をつけてほしいんですが、こんな感じで行くんで、どっちかっていうとこの台風海側を通ってくれればこう行くんこう回るのか時計と反対回りで回っていくから、そんなに影響がないというか、陸側通るより海側通ってくれた方が僕たち的にはまだ被害が少ないのかな。南側の方のを通っていくんで、こう南が入れてきますね。こう時計と反対回りで。なのでうちで言うとこっちが南から風がこう来ますね。これなんかは南側にちょっと木の陰にうちはこのシャインマスカットの棚は作ってあるんで、耐えてくれるとは思うんですけど、本当に心配なのはいつもと状況が違うっていうのは昨今に言われてる原油油が不足してナフサとかがなくてプラスチックが作れないみたいなやつがあって、もし被害があった時にこういうフィルム、農業用フィルムが果たして買えるのか、そんなことがちょっといろいろ聞いてみました。資材メーカー大手のところとかそのところで言うと、大手の方は今のところは潤ってるわけじゃないが、今この春のこの時期はもう中で農業営んでみんな作ってるんで、張り替えの時期じゃないんですよね。だから思ったよりなんつうの滞りはない。需要がまだそこまで今ほど需要がそこまでいってないんで、ただ農業用マルチはかなり不足してるって言ってた。マルチって作物やる時に草よけだとか水を持たせるだとかってやって穴開けてそこに植えていくマルチは結構不足してるようなことを言ってましたね。黒とかそういう一般的なのはなんとか確保できてるみたいだけど、これから夏に使う白黒マルチとか銀とかそういう系のやつ、深緑の濃いやつとかそういうのがちょっと不足してて、でしかも結構買い占める人たちもいて、大手はだからそういう買い占めみたいな注文には受けてないっつって、必要な分だけいつものお客さんに回すようにっていうふうにはしてるみたいですね。で今度台風になるといや本当に何にもなければいいんだけど、台風になって今までこういうのが破れてすぐ取り替えたい。すぐ取り替えないと中身が傷んでしまうから作物がなるべく早く変えたいんですけど、今までの台風とかであれば農協とかに発注入れると、台風で発注入れると農協とかはもう一生懸命どんどん動いて3日かかるかかかんないかで来るぐらいの勢いだったんですけど、今回は規模にはよるって言ってた。ある程度
数件がこう破れたってくるぐらいだったら普通に対応できるけど、なかなか、大規模な災害になって結構な人数が破れてしまうと、もう物が、どんどん足らなくなっていくんで、今確保してあるだけで足りるぐらいであれば大丈夫だって言ってた。大手っていうのはどっちかって言ったらメーカーからフィルムを仕入れて、で規格に加工してで出荷するみたいなところ、加工場を持ってるところですね。それが大体大手ですね。農協でいうと系統系列とか、小系にもちょっと大きなところいろいろあるんですけど、系統の会社は大きいですね。資材メーカーは資材の大手は、そういうところはそこそこは確保できてる。ただフィルムの指定にはなかなか応じられるかどうかは分かんないって言ってましたね。例えば三菱でダイヤスターで積水だと華やかとかで CI だと抜群とか、そういう系統のそれに品物系統いろんなフィルムの種類があるんですけど、それには細かく答えることは多分できないって言ってましたね。あるものでやってもらうしかない。でしかももうすでに、フィルムの料金が今まで100円だったとすると140円 4割上がってる。だから今まで100万円で治ってたところが140万円かかるということだから相当な打撃ですよ。今まだね本当はね台風時期じゃないんだけど、こんな感じで台風がちょっと近寄ってくるあるんですよね。いくつかは5月6月に来るっていう時はあるんで、多分その時期に来るやつはそこまで強いやつで来るとは思わないんだけど、ただ千葉県で怖いのは2019年台風15号で再建したハウスで、その7年か約7年経ってんだけど、その7年の間に更新してなかったフィルムの更新をしてなかったハウスが、そういう少しというかそこそこの台風でなくて大風でももうそろそろ限界が来てるんじゃないかなっていう部分が怖いですね。なので千葉県はやっぱりその点で言うとリスクは高いですよ。それだけフィルムが少ない時期に弱ってるフィルムを貼ってあるハウスがいっぱいあるっていうことで、結構ちょっとリスク高いですね。だからそれもちょっと怖いところだね、千葉県で考えると。本当に何事もなければいいんで用心はするんですよ。農家は大体用心はする。台風が来るっつったらもうこの進路だったら大丈夫だっつってさ、そのまんまにしとく人はなかなかいなくて、ちゃんとに養生してなるべく被害が起こらないようにってみんなやるんですけど、それでもやっぱりどこかでね破れたりとかしちゃうわけで、なのでちょっとそこら辺が心配なので、業者いろいろ聞いてみて、対応としてはもう自分のハウスをまずしっかり守るしかないんだけど、あとは今日は日曜日なんで難しいんでしょうけど、早めに台風が来る前に農協だとか付き合いのある業者に一言連絡を入れといて、うちのフィルムこんぐらいなんで、もし台風で破れるかもしれないからその時はすぐ連絡入れるんでお願いしますって言っとくしかないですね。それだけでね多分じゃなくて業者の方もこの人はこういう感じなんだっていうことでちゃんとにこう止め置いといてくれればいざ本当にそうなった時に動きが早くなるんで、そういう農業はだから人との関係っていうところもあるね。資材業者だの農家同士もそうなんだけど、資材業者だとかとも仲良く懇意に付き合ってると、やっぱり何かがあった時にいろいろ助けてくれるのも早いんで、そういうのもありますね。で本当にも
我がことですよ。こう千葉県の下をこう舐めていくみたいな感じで台風行くんで。6月3日か4日頃っつってたかな。そのぐらいにそこは要注意ですね。その時には僕に関しては来週の農園通信メロン農家通信でその時の模様もお伝えはできるんですが、日々の動画の中でも伝えていきますが、一応ね用心はしてある。ただこのフィルムはまだ2年目なんで、これはまだ大丈夫だと思う。2年だから。ハウスの方がパイプハウスの方が三菱のダイヤスターが、5年目ですね。だから本当は取り替えたかったんだけど、三菱ダイヤスターは結構強いんで、もう1年は、今年は全然まだそこまで交換もしてないんで多分大丈夫だと思う。でしかも外編みにしてあるから、あれだったら開けて風抜いて破れないようにしちゃうんで、一応そういう対策はちゃんとにしようとは思ってる。で多分大丈夫だと思うんだけど、大丈夫だと思ってても何かがあるのがやっぱりそういうことなんで、それも気を抜かずにちゃんとに対処していこうと思います。今ちょうど5時ですね。でもそんな動画が撮りたくなるぐらい不安になる時ですね。台風がっていうより状況が、フィルムが足らないとか資材が足らない、そういう心配はもともとないような状態で農業やってたんだけど、もう資材があるかないかまで考えながら、あれば必要な分は早めに手当てしたりとか、そこまで考えなきゃいけない、考えてやっていかなきゃいけない状態ですね。早くこの状況が改善してくれることを祈ります。はい、そして皆さん何事もないように台風にお互い備えていきましょう。そんな感じで雑談でしたが、もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。